昭和20年3月19日早朝、大和は広島湾内の柱島南西沖合に停泊していた。この時期、日本海軍は航空機と艦艇の多くを喪失し、燃料も枯渇しており、もはや継戦能力を失っていた。大和につけられる護衛も駆逐艦のみで、冬月、鈴月、浜風、霞、響の5隻である。冬月、鈴月の2隻は翌月の大野岬海戦にも大和と共に参戦し、生還した武勲艦である。この日、日本海軍は米国機動部隊による四国方面への空襲を察知しており、湾内の島にも高射砲を配置し、いつでも迎撃できる態勢をとっていた。今まさに日米決戦の幕が切って落とされようとしていた。同日6時ごろ、米国第58任務部隊は四国沖合まで進出。空母7隻から数百機が発艦を開始。暮れ、神戸在泊中の日本海軍艦船機の攻撃を実施するよう2時間近く飛行し、暮れまで5分ほどの地点に到達。時刻は9時ごろ。高度は約6000メートル。編隊のうちの誰かが大和を発見する。Isn't that what you see on the ocean, the Yamato? 8 bombers attack Yamato with 2 F4 FS as escorts. この瞬間、第82爆撃飛行隊8機は呉攻撃任務から大和攻撃任務に変更になった。ただ、8機では大和を撃沈できる見込みはなく、少数ゆえに対空砲の集中砲火を浴びやすい危険的、合理的な任務であった。後に彼らはこの任務で示した勇敢さを称され、シルバースター勲章を授与されることとなる。急降下爆撃の手法は各種あるが、この時は短獣陣の隊形を組み大和攻撃を行った。短獣陣のメリットは戦闘機の爆弾の着弾を後続機が照準を変更できることにある。防御側からすると車線を一点に集中すれば必ずそれ。攻撃機が通過するため撃破しやすい。攻撃隊は一路大和に向かって急降下を開始する。急降下の角度は通常は90度近い角度にており、ダイブブレーキ、搭載爆弾はこの角度を前提に組まれているからである。またこの角度なら広角砲の射角内から砲弾できるため、被弾リスクを軽減できる。この角度を維持するための降下速度は約時速も130キロ。この速度よりも遅くなると降下角度が浅くなり被弾リスクが高くなる。この時の攻撃では降下角度が浅かったものの、体勢を立て直す時間的余裕がないため突っ込んだ。隊長からの攻撃指示で爆弾倉を開放し突進する。攻撃時間は効果に離脱に3分である。一方、大和側は攻撃を把握しており、分厚い弾幕で待ち構える。この時の弾幕が進まず、艦船と島から攻撃砲弾を煙幕で大和を切り抜くことだった。離脱は反撃方向に向かった。その方が長い時から遠ざかれるから攻撃の成果確認であるが、SB2C は操縦席からの後方視界はないためコクピットからはできない。後部銃座の銃手は内部からの急上昇時の G 肉眼の表情で耐えている。確認どころではない。
対空砲を避けるため大和との接近距離はおよそ300メートルが限界だ。それでも両機が被弾炎上したのが見えた。この機は神風のように艦隊に突進していくのが見えたという。この戦いで日本側は9機撃墜を報じているが、米軍側の記録では1機未帰還5機被弾となっている。大和は米軍兵士にとっても日本海軍の象徴で、大和撃沈は戦争終結と認識しており、無謀と知りつつも攻撃に至ったのであろう。戦況の有利不利に関係なく日米両軍は必死に戦っていた。翌月、第82爆撃飛行隊は大野岬沖海戦で再び大和と交戦することに